皆さんおはようございます。ただいま8時58分です。今日は午前中からお昼過ぎぐらいまで編集に時間を当てようと思います。そこから午後からねキャンプに行こうと思うんですが、今ね天候がこんな感じになってて、ちょっと曇り空ですね。天候次第でキャンプに行くって感じにします。ララポート泉のカフェに来てます。ここで1時間ちょっとぐらい編集頑張ります。今日泊まるキャンプ場へ向かってます。まだね編集作業全部終わってないんですけど、続きはもう明日にしようと思います。で、今日泊まるキャンプ場がソブラノ森フォレストっていうところだったと思うんですが、お昼ぐらいに連絡したら今日は空きがあるということでしたので、今日はそこに泊まりたいと思います。これか。受付を済ませてきたのでサイトに向かいたいと思います。これで4区じゃないと多分無理。管理人さんもね、4区だったら上がれるよみたいな言い方をしてたんで、もし来られる方は4区の車か徒歩でここまで上がってくるのをお勧めします。キャンプサイト到着しました。どうですか、この自然やばくないですか。で、ほとんどね今日貸し切りに近い状態みたいで、周りのサイトにも他のキャンパーは全くいませんね。で、結構ね日も暮れてきたんでぼちぼち設営やっていきたいと思います。で、ここが私の借りたサイトです。どうですか、木々に囲まれててザ・キャンプって感じしますよね。ちょっと先に荷物だけ出して設営始めたいと思います。取り急ぎ使いそうな荷物だけ一旦出してみたんですが、こんなもんですね。結構ねキャンプを難しく考えてる人って意外と多いと思うんですけど、本当にね最低限の道具だけあればキャンプできますからね。今回はね普通に私がいつもやってるようなキャンプをお見せしたいと思います。ちょっとね編集で疲れてるんで、いつもよりも簡単なキャンプになるかもしれません。一通りこんな感じで完成しました。それではちょっとくつろぎたいと思います。ただいまの時刻は夜の19時30分ぐらいです。ご覧の通りサイトの中は真っ暗です。テントを設営してから結構時間が経っちゃったんですけど、これちょっとなんで間が空いたのかっていうと、時期柄しょうがないんですけど、アブがねめちゃくちゃいまして、でそのアブとひたすら戦ってました。たかがアブなんですけど、噛まれるとねやっぱり痛いし、で場合によってはね病院に行かないといけなくなったりするんで、虫除けスプレーとかも一応持ってきてはいたので、それを駆使しつつひたすらアブと戦うっていうのを1時間から1時間半ぐらい繰り返してましたね。で日が落ちるとねアブが活動しなくなるんで、こうやって普通に座ってることもできるんですが、本当にねずっと格闘してました。で、一応私のキャンプスタイルをちょっとだけ紹介しておきます。まず使ってるテントがスームルームのパップテントですね。一人用のテントです。中にはこのように虫除けの茅がついてます。これ夏だけしか使わないんで、冬になったらね別に茅なくても寝れます。で、こっち側には必要なものをまとめて出すようにしてます。右側のクーラーボックスには
こんな感じで燃料が入ってます。そしてこっち側のクーラーボックスにはさっきスーパーで買ってきた食材が入ってます。あとはこれはクッカーのセットですね。やかんとか平たい鍋になるようなものとかが入ってます。これでお湯を沸かしたりする感じですね。あとこれはコーヒーのセットでこういう風に豆をひいて飲むタイプのコーヒーになってます。で今ねちょっと光量が足りないと動画撮影できないんで照明ガンガンに焚いてるんですけど、普段はあそこに見えてるオイルランタン1個で過ごすことも多いです。でこのオイルランタンはキャプテンスタック製のオイルランタンで、私がキャンプを始めた時に購入したやつなんですが、これねついさっき気づいたんですけど、これそこにね穴が開いててオイルが漏れてます。長年連れ添ったギアなんですが、ちょっと今回のキャンプでお役御免って感じですかね。で普段使ってる照明はまずこいつですね、ジェントスの LED ランタン。これは電池式のランタンです。で今この天幕に貼り付いてる照明がルーメナという LED ランタンです。これはキャンプ系 YouTuber の人とかがすごいおすすめしてて、これねマグネットで天幕の上にこうやって貼り付くんですよね。反対側からこうペタって止めてる感じですね、ここの黒いやつで。なので撮影の時とか光量が必要な時に非常に重宝してます。あとねこの椅子ですね、これはムーンレンスっていうところの椅子です。初めてキャンプをしようと思った時に買った椅子です。これがねもう2年3年ぐらいかな、ずっと壊れずに私のメインチェアとして活躍してくれてますので、こいつがね壊れない限り別に新しい椅子を買う必要もないかなと思いますので、壊れるまで使いたいと思います。といった感じで私のキャンプサイトの簡単な紹介でした。まだ他にもギアはたくさんあるので、また今後のキャンプで紹介していこうと思います。それではそろそろ晩ご飯を作っていこうと思います。で今日作るのはこれですね。もう今日はねだいぶ疲れたんで簡単にいこうと思います。でもう一つがこれですね、唐揚げ。そして気持ち程度の野菜1日これ1本。これキャンプ初心者の方も最低限火を起こせるギアっていうのは必ず一つは用意した方がいいと思います。今回みたいにねこうやってカップラーメンを作るにしてもこういう風にねお湯を沸かさないといけないんで、こういうねガスバーナーとかに関してはちょっとねもったいないかもしれないんですけど、結構高めのやつを買うことをお勧めします。少なくとも、キャプテンスタックだったりソトだったりスノーピークだったりという、キャンプの有名メーカーを購入するのが無難だと思います。でなぜ高いギアを買った方がいいのかというと、このガス器具に関しては日本の法律で厳格に安全基準っていうのが定められてます。よくある中華製の1000円とか2000円ぐらいのガスバーナーって、Amazon とかで売ってると思うんですけど、ああいうのってね日本の安全基準を満たしてるかどうか非常に怪しいんで、こういう風にね使うものがガス管なんでね、安全のことを考えて、もしこういうガスバーナーとかを買うときはちょっと高めのやつを買っておきましょう。どうしてもガスバーナーが高くて買えないよっていう方はね、こういうポケットストーブっていうのが、今100均でも売ってたと思いますね。100均とかこういう DCM、ホームセンターとかですねに行くと売ってます。でこれがねどういったギアかというと、こんな感じのね鉄の箱みたいになってて、開くとこんな感じですね。これをねここにガンと置いて、中にねこういう固形燃料が入ってるんで、これをここにドスンと置いてこのまま火をつけてやる。そうするとねこれ自体が五徳代わりになって、この上にこういう風にやかんとかを乗せて調理ができるようになります。でこれ自体もねだいたい200-300円ぐらいですね。100均でも売ってるくらいなんで、そんなね大したギアじゃないんですよ。なのでこういうのも1個持っておくと、もしガス、私だったらねガスバーナーを使うんですが、ガスが切れた時に最低限お湯を沸かしたりできるようになります。で使い終わったらこういう風に折りたたんでこの箱の中にしまうだけと。かなりね小さいサイズなんで、これ一つ持ってるだけで便利かなと思います。ちょっとくっちゃべってないでさっさと料理していきますか。
できました。それではゆっくりいただきたいと思います。はい、ごちそうさまでした。これキャンプ場で食う飯ってなんでこんなうまいんだろうね。これ冗談抜きで通常の3倍ぐらいうまいですよ。あとは食後にコーヒーを一杯入れたいと思います。めちゃくちゃうまいです。やっぱりね、豆をひいたコーヒーはめちゃくちゃ美味しいですね。まあそんなにすごいいい豆を使ってるとか、引き方にこだわってるとかそういうわけではないんですが、やっぱりね、インスタントと比べるとこう香りが全然違いますね。まあ普段ね、家で豆をひこうっていう人はなかなかいないと思うんですけど、キャンプ場ってね、やることなくて結構持て余すんですよ。なので普段やらないような、コーヒー豆をひいてみたりとか、そういったことに時間を使ってみるのもいいんじゃないでしょうか。はい、そろそろ寝ようと思います。で、就寝する際はこんな感じですね。跳ね上げて屋根にしていた部分を前にパタンと下ろして完全にフルクローズの状態にしてます。で、中ちょっと開けてみます。開けるとこんな感じですね。中に茅と、あとは最低限の荷物だけ残してます。明日ね、結構朝早くから出発するつもりなんで、夜のうちにできるだけ片付けの方は済ましておきました。起きて軽くご飯だけ食べてテント片付けたら出発できるようにしてます。それではおやすみなさい。皆さんおはようございます。現在時刻は7時20分ぐらいです。朝のキャンプサイトはこんな感じです。別に雨降ったわけじゃないんですが、結構ね、夜露で地面が濡れてたりします。あとはね、めちゃくちゃ涼しい。もうね、肌寒いぐらいですよ。はい、撤収完了しました。それでは次の目的地へ向かいたいと思います。ソブラフォレストガーデン南、すごいいいキャンプ場でした。みんなもぜひ来てね。